レッスン1、図書館で。すみません。フィクションのセクションがどこにあるか知っていますか？はい、2階にあります。ついてきて、案内するよ。ありがとう。感謝します。ここから遠いの？いいえ、ここから歩いてすぐです。この通路をたどって階段を登ってください。わかった。ミステリー小説を探しています。どこで見つけられるか知ってる？確かに、ミステリー小説は犯罪とスリラーのセクションにあります。恋愛小説のすぐ隣です。素晴らしい。私はミステリー小説を読むのが好きです。彼らは私を夢中にさせてくれます。それは素晴らしいです。そこには多種多様なミステリー小説があります。何かおすすめがあれば教えてください。ありがとう。その申し出に応じるかもしれない。ところで、参考書はどこで見つけられますか？参考書は同じ階にあり、フィクションのセクションからほんの数棚しか離れていません。それらは主題別に整理されています。パーフェクト。研究プロジェクトの参考資料が必要かもしれない。問題ない。特定の本を探すのに助けが必要な場合は、図書館員に遠慮なく聞いてください。彼らは非常に知識が豊富です。ご指導ありがとうございます。今、図書館を探検するのが楽しみです。どういたしまして。図書館での時間を楽しんでください。ハッピーリーディング。私がします。改めて、ご協力いただきありがとうございます。良い一日を。教訓に、都市講義。最近、私たちの町で起こっている抗議について聞いたことがありますか？はい、ニュースをフォローしています。多くの人が懸念を表明しているようだ。間違いなく。彼らは何に抗議しているの？彼らは、地元の公園を破壊するような新しい高速道路の建設案に抗議している。それは理解できます。公園は地域社会にとって重要な緑地です。絶対に。多くの人がレクリエーションやリラクゼーションの場として大切にしています。同感です。緑地がコンクリートやアスファルトにとって変わられているのを見るのは悲しいことです。まさに、抗議者たちは公園を保護するための代替案を提唱している。当局が彼らの懸念に耳を傾け、代替案を検討することを願っています。私も、コミュニティの声を聞いてもらい、考慮に入れることが不可欠です。これまでのところ、抗議行動は平和的に行われてきましたか？ほとんどの場合、はい。抗議者の大多数は平和的で礼儀正しい人でした。それは聞いてよかった。平和的かつ建設的に意見を述べることが重要です。絶対に。平和的な抗議活動は、ポジティブな変化をもたらす可能性が高い。抗議者と当局の間で何か議論や交渉は行われましたか？はい、双方を満足させる妥協案を見つけるためにいくつかの話し合いがありました。それは正しい方向への一歩です。紛争解決には対話が不可欠です。間違いなく。
共通点を見つけ、相互に有益な結果に向けて取り組むことが重要です。市内の交通ニーズに依頼ながら、公園を保護する解決策を見つけていただければ幸いです。そう願おう。開発と環境保全のバランスを取ることが重要だ。これ以上は同意できませんでした。私たちの街の未来は、持続可能でインクルーシブな原則に基づいて築かれるべきです。絶対に。より良い、より調和の取れたコミュニティに貢献できるかどうかは私たち全員の責任です。よく言った。抗議活動の進捗状況を常に把握し、前向きな変化を支援しましょう。レッスン3、食料品の買い物。ねえ、今日は食料品の買い物に行くの？確かに、パントリーを補充する必要があります。何を買う必要があるの？新鮮な果物や野菜が必要です。ずっとサラダが欲しかったんだ。それは健康そうですね。それを買い物リストに追加するよ。他に何か？サンドイッチには鶏の強肉と全粒粉パンも必要です。注目。肉とベーカリーのセクションからお選びいただけます。乳製品はどう？はい、ミルクとヨーグルトが必要です。チーズもいいかも。素晴らしい。乳製品の通路によってそれらの商品を探します。特にお好みはありますか？普通のミルクとプレーンヨーグルトだけ。チーズはチェダーを使います。わかった。プレーンヨーグルトとチェダーチーズです。リストにスナックや飲み物はありますか？はい、おやつとしてポップコーンとスパークリングウォーターが欲しいです。ポップコーンとスパークリングウォーター、チェックしてください。それも必ず取っておくよ。他に何か？今のところこれでカバーできると思います。ああ、待って。ほとんど忘れてしまった。食器用洗剤も必要だ。問題ない。そのために家庭用品売り場に向かいます。特に好きなブランドはありますか？仕事をやり遂げている限り、どのブランドでも構いません。費用対効果の高いオプションを選ぶことができます。いいですね。費用対効果が高く、清掃も効果的です。適切なオプションを探しておきます。ありがとう、アンナ。買い物リストを手伝ってくれてありがとう。どういたしまして、ジョン食料品の買い物をしている間はいつも仲間がいるといいね。さらに、私たちはお互いにすべてを思い出すのを助けることができます。絶対に。これにより、エクスペリエンス全体がより楽しく効率的になります。間違いなく。準備をして、食料品店に行きましょう。行く準備はできましたか？準備ができたら準備完了です。さあ、ショッピング通路を制覇しよう。レッスン4、歴史を探る。歴史に浸るのが待ちきれません。私たちは絶対に旅行の計画を立てるべきだ。同感です。歴史は魅力的だ。特に思い浮かぶ場所は？ずっとローマに行きたいと思っていました。古代の遺跡や建築物は素晴らしいです。ローマは素晴らしいですね。
コロッセオとフォロロマーノは必見のアトラクションです。絶対に、バチカン市国とサン・ピエトロ大聖堂も忘れないようにしましょう。ああ、はい。バチカンは芸術と歴史が豊富です。これはユニークな体験です。システィーナ礼拝堂とミケランジェロの有名な天井のフレスコ画を見るのが楽しみです。それは確かにハイライトです。ヨーロッパの他の歴史都市も探検すべきです。間違いなく、ギリシャのアテネは豊かな歴史的背景を持つもう一つの都市です。アクロポリスとパルテノン神殿は象徴的なランドマークです。それらを間近で見ることは信じられないでしょう。同意した。そしてエジプトでは、ギザのピラミッドのような古代の不思議を探検することができました。ピラミッドはエンジニアリングの脅威です。時間を遡るようなものです。まさに、これらの古代の建造物の前に立つと、歴史が活気づきます。歴史的な旅を最大限に活用するには、旅程を慎重に計画する必要があります。絶対に、各都市で訪問したいサイトを調査して優先順位をつけることができます。そして、郷土料理を試して文化に浸るのも忘れないようにしましょう。それは素晴らしい点です。地元の味や伝統を体験することは、旅をさらに思い出深いものにするでしょエキサイティングな冒険が待ち受けているようです。あなたと一緒に歴史を探求するのが待ちきれません。同様に、アンナ、忘れられない時間の旅になるでしょう。計画を始めて、それを実現させましょう。歴史が待っている。確かに、アンナ、過去に飛び込んで、心に残る思い出を作りましょレッスン後、在宅勤務。柔軟性と成長機会、それが在宅勤務の好きなところです。同感です。在宅勤務には多くのメリットがあります。何を一番楽しんでいますか？自分のスケジュールを柔軟に設定し、快適な環境で仕事ができることに感謝しています。毎日通勤する必要がないのは素晴らしいことです。そうやって時間とエネルギーを節約できます。絶対に、さらに、忙しいオフィスで気を散らすことなく、より集中できることが分かりました。それは本当です。在宅勤務をすることで、生産性と効率性が向上します。また、最新のテクノロジーを使用すれば、離れた場所からでも同僚とのコラボレーションが可能です。はい。ビデオ会議やコミュニケーションツールを使えば、チームと簡単に連絡を取り合うことができます。まさに、テクノロジーによってリモートワークがこれほど身近で便利になったのは驚くべきことです。また、在宅でのキャリアで成長する機会にも感謝しています。同意した。新しいスキルを身につけるためのオンラインコースやリソースはたくさんあります。また、地理的な制限なしに、世界中のクライアントや企業と協力することができます。それは可能性の世界を切り開き、私たちの専門家ネットワークを拡大します。在宅勤務の環境における個人的成長やキャリア成長の可能性について考えるとワクワクします。間違いなく、
私たちは自分の情熱を追求し、独自の道を切り開く柔軟性があります。そして、規律と自発的なモチベーションがあれば、家でくつろぎながら素晴らしいことを成し遂げることができます。適切なバランスを見つけ、やってくるチャンスをつかむことがすべてです。絶対に。在宅勤務は、それを受け入れる人にユニークでやりがいのある体験を提供します。在宅勤務がもたらす柔軟性と機会を引き続き活用しましょう。同意した。成長、生産性、そして在宅勤務の楽しさをご紹介します。乾杯、アンナ。在宅でのキャリアで成功し、旅を楽しんでくださいますように。レッスン6、何か新しいことに挑戦する。今夜の夕食の好みはありますか？私は何にでもオープンだよ。どんな気分か見てみよう。何か新しいことに挑戦したい気がする。タイ料理はいかがですか？それは冒険的に聞こえます。タイ料理は今まで食べたことがないけど、食べてみたいです。素晴らしい。タイ料理は、その大胆な風味と香り高いスパイスで知られています。さまざまなフレーバーを探求し、どのような料理が提供されているか見てみるのを楽しみにしています。春巻きやチキンサテなどの前菜から始めましょう。春巻きとチキンのサテです。ディップソースの味も気になります。メインコースには人気のタイヌードル料理であるパッタイを食べることができます。パッタイは美味しそう。麺と野菜とタンパク質の風味豊かな組み合わせだと聞いたことがあります。はい、通常は鶏肉、エビ、豆腐でカスタマイズできます。お好きなものをお選びいただけます。私はどんなタンパク質オプションでも受け付けています。びっくりさせて。さて、計画のようですね。食事のお供に、爽やかなタイアイスティーもどうぞ。ほんのりスパイスの効いた甘くてクリーミーな飲み物です。きっと楽しめますよ。何か新しいことを試すことを提案してくれて嬉しいです。これは私たちの料理体験を広げる素晴らしい方法です。絶対に。様々な料理を探求することで、新しい味や文化に触れることができます。そして、今夜、新しいお気に入りの料理が見つかるかもしれません。それがワクワクする部分です。新しいことに挑戦することで、人生は面白くなり、新しい可能性が広がります。これ以上は同意できませんでした。冒険に出かけて、今夜のタイディナーを楽しみましょやってみようジョン。新しい味、新しい体験、そして料理探求の楽しさをご紹介します。乾杯、アンナ。タイ料理の世界に飛び込んで、一口一口味わってみましょレッスン7、旅行の準備。はい、ここです。印刷した搭乗券もお忘れなく。これらは私たちの旅行に欠かせないものです。バッグの中に入れています。旅の準備は万端だ。空港に向かう前に旅行書類を再確認することは常に重要です。絶対に。
チェックイン中に予期しない問題が発生することは避けたいのです。また、搭乗券を印刷することで時間を節約でき、手続きもスムーズになります。さらに、万が一の場合に備えて、携帯電話にデジタルコピーを用意しておくことをお勧めします。それは賢いバックアップ計画です。テクノロジーは時として予測できないことがあります。同意した。それでは、必要な旅行の必需品がすべて揃っていることを確認しましょう。パスポート、チェック。財布、小切手。電話と充電器、チェック。当社のトラベルアダプターをお忘れなく。海外でデバイスを充電するにはそれらが必要です。良いキャッチ。すぐにバッグに入れておきます。そして、旅に備えて軽食を用意することを忘れないでください。どれだけお腹が空くかわかるでしょ。絶対に、特に乗り継ぎ時間が長い場合は、準備しておいた方がいいです。乗り継ぎといえば、フライトスケジュールを確認して出発ゲートを確認しましょう。正しい。変化は起こる可能性があるので、常に最新の状態にしておくことをお勧めします。また、迷子にならないように、空港のレイアウトにも慣れておく必要があります。いい考えだ。すでに行き方が分かっていれば、空港内の移動はずっと簡単になります。最後に、目的地の天気を確認しましょう。それに応じて荷造りする必要があります。それは本当です。予期せぬ気象条件に油断したくない。すべてが順調に進んでいるようです。これからの冒険にワクワクしている。私も、アナ、新しい経験が詰まった記憶に残る旅になるでしょう。それを最大限に活用して、一瞬一瞬を楽しみましょう。旅行の準備は完了しました。確かに、スムーズな旅、刺激的な発見、そして素敵な思い出に。レッスン8、戦略の適用。戦略を適用させるべきか、絶対に。これは成長市場であり、私たちは常に先を行く必要があります。同感です。市場が進化するにつれて、私たちは柔軟に対応し、それに応じてアプローチを調整しなければなりません。現在の傾向と消費者の好みを分析することから始めましょう。それは良い出発点です。顧客が何を求めているのかを理解することは成功に不可欠です。また、競合他社にも目を光らせ、競合他社がどのように適応しているかを確認する必要があります。競合他社の戦略から学ぶことで、貴重な洞察やアイデアを得ることができます。そして、顧客からのフィードバックを集めることの重要性を忘れないようにしましょう。お客様からのフィードバックは、改善と革新に向けて私たちを導く羅針盤のようなものです。状況の変化に伴い、新しいマーケティングチャンネルを開拓する必要があるかもしれません。それは本当です。私たちは様々なプラットフォームやアプローチを試してみることにオープンでなければなりません。そして、戦略を適用させるにあたり、ブランドのコアバリューと強みを忘れないようにしましょう。絶対に。私たちのブランドアイデンティティは進化しても一貫しているべきです。イノベーションこそが私たちの適応の原動力となるべきです。
私たちは常に時代を先取りしなければなりません。イノベーションは当社の存在意義を維持し、絶えず変化するお客様のニーズに応えることを可能にします。また、適応した戦略の有効性を定期的に評価することも不可欠です。結果を監視し、必要に応じて調整して取り組みを最適化する必要があります。戦略の適応は一度きりのものではありません。これは継続的なプロセスです。継続的な適応により、競争力を維持し、新しい機会をつかむことができます。この課題を受け入れ、成長と成功の機会と捉えましょ力を合わせれば、変化する状況を乗り切り、成長を続ける市場で成功することができます。う。絶対に、安ナ、順応性、革新、そして目標の達成を目指しましょう。レッスン9、価格交渉。価格について合意できますか？ちょっと高い。交渉はできる。あなたの懸念は理解できます。相互に有益な解決策が見つかるかどうか見てみよう。価格に柔軟性はありますか？市場平均よりは高いと思います。あなたがどこから来たのかわかります。調整の余地があるか確認させてください。ありがとうございます。その可能性を積極的に探求してくださることに感謝します。数字を確認した結果、若干の割引を提供できます。それでうまくいきますか？それは正しい方向への一歩のように思えます。具体的な割引について教えてもらえますか？価格を 10% 引き下げることができますが、これは公正な妥協案だと思います。その方が良いですが、もっと大きな割引を期待していました。さらに先に進むチャンスはありますか？あなたの見方は理解できますが、私にも一定の制限があります。価格以外に交渉できることはありますか？その他のサービスや機能はありますか？それは良い点です。他に含めることができる付加価値のあるサービスがあるかどうか調べてみましょう。代替案を見つけてくれることに感謝します。顧客満足へのこだわりが現れています。善意の表れとして、パッケージ全体を充実させる無料のサービスを含めることができます。それは寛大な申し出だ。それは間違いなく取引に付加価値をもたらします。詳細を確定できるか？絶対に。改定された条件を確認して、両方の期待を満たしていることを確認しましょう。妥協点が見つかってよかったです。双方に利益をもたらす合意に達することが重要です。これ以上は同意できませんでした。お互いに有利な状況を見つけることがすべてです。柔軟に対応していただき、喜んで交渉していただきありがとうございます。それは違いをもたらしました。同じように、ジョン。オープンなコミュニケーションと協調的なアプローチに感謝します。この合意が成立したことで、私たちは前進し、成功するパートナーシップを構築できると確信しています。同意した。実りあるコラボレーションを行い、共通の目標を達成しましょう。乾杯、アンナ。このパートナーシップを大成功させましょレッスン10、バックパッキングアドベンチャー。
あなたについて、アンナ、バックパック旅行をしたことはある？私も、ジョン最近、東南アジアでバックパック旅行に出かけました。すごいですね。どの国に行きましたか？タイ、カンボジア、ベトナムを探検しました。それぞれの場所には独自の魅力がありました。旅行中に思い出に残っていることはありますか？絶対に。私のお気に入りの思い出の一つは、タイの緑豊かなジャングルをトレッキングしたことです。それはかなりの冒険だったに違いありません。野生動物に遭遇したことはありますか？はい、猿が木々の間を揺れるなど、様々な魅力的な野生生物を見ました。バックパック旅行中、宿泊施設はどのように管理しましたか？格安ホステルやゲストハウスに泊まりました。他の旅行者と出会うには最高の方法でした。バックパック旅行中に何か課題はありましたか？言葉の壁や馴染みのない都市のナビゲートなど、いくつかの課題がありました。これらの課題をどのように克服しましたか？現地の言葉でいくつかの基本的なフレーズを学び、地図や親切な地元の人に頼ってナビゲートしました。旅行中に郷土料理を食べましたか？はい、パッタイやバインミーなどの様々な料理を試しながら、美味しいストリートフードにふけりました。それは楽しそうですね。印象に残っている文化的な見どころはありましたか？カンボジアのアンコールワットの古代寺院を訪れることは、本当に畏敬の念を起こさせる経験でした。バックパッカー仲間へのアドバイスはありますか？荷物を軽く、心を開いて、新しい経験を積極的に取り入れ、新しい人々と出会ってください。これらのヒントを心に留めて、自分のバックパック旅行に出かけようと思います。ありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョンきっと素晴らしい時間を過ごせると思います。バックパック旅行を楽しんでください。自分の冒険に乗り出すのが待ちきれません。アンナ、あなたの経験を共有してくれてありがとレッスン11、イタリア料理アドベンチャー。私はイタリア料理のファンです。いつかやってみるべきだ。美味しそう。イタリア料理は、その豊かな味と種類で知られています。絶対に、本格的なイタリアンピザを食べたことはありますか？はい、ローマで美味しいマルゲリータピザを楽しむことができました。パスタはイタリア料理の定番だと聞きました。好きなパスタ料理は？カルボナーラは私のお気に入りの一つです。サクサクのベーコンが入ったクリーミーなソースがたまりません。私はラザニアの大ファンです。パスタ、肉、チーズが何層にも重なっているので、とても心地よいです。同意しました。ラザニアは決して期待を裏切らない定番料理です。イタリアのデザートはどう？ティラミスを食べたことはありますか？はい、ティラミスは必見です。コーヒー、マスカルポーネ、チョコレートの組み合わせは最高です。考えているだけでお腹が空いてきます。すぐに美味しいイタリアンレストランが見つかるはずです。
ダウンタウンにある素晴らしいイタリアントラットリアを知っています。アットホームな雰囲気で本格的な料理を楽しめます。それは完璧に聞こえます。今週中にそこで夕食を計画しよう。素晴らしいアイデアです。様々なイタリア料理を楽しみ、思い出に残る夜を過ごすことができます。友達を何人か招待しましょうか。絶対に。多ければ多いほど楽しい。美味しい料理と笑いがあふれた楽しい集まりになるでしょう。友達に連絡して、イタリアンフードアドベンチャーの日程を設定します。素晴らしい、良い仲間と一緒にイタリアの味を味わうのが待ちきれません。素晴らしい料理体験になるでしょう。アナ、提案してくれてありがとレッスン12、ノンスティックトレイを使った簡単なクリーニング。ノンスティックインテリアのトレイを使ったことがありますか？お手入れが簡単になります。はい、持っています。焦げ付き防止トレイは、料理や掃除の際に画期的な製品です。食べ物が表面にくっつかないので、こする時間を大幅に節約できます。絶対に。また、調理に必要な油やバターが少なくて済むため、より健康的な選択肢になります。それは素晴らしい点です。さらに、焦げ付き防止トレイは通常、食洗機で洗えるので便利です。まさに、手洗いの手間が省け、片付けも楽になります。焦げ付き防止コーティングにより、ベーキング中の熱分布が均一になることに感謝しています。はい、毎回完璧に調理され、均一に焦げ目がついた料理を作るのに役立ちます。焦げ付き防止トレイは用途が広く、様々なレシピに使用できることに気づきました。間違いない。野菜のローストからクッキーのベーキングまで、用途の広いキッチンツールです。ノンスティック表面をメンテナンスして寿命を延ばすコツはありますか？コーティングを傷つける可能性のある金属製の器具の使用を避けることが重要です。シリコンまたは木製のツールが最適です。知っておくと良い。焦げ付き防止の表面を傷つけないように、必ず適切な器具を使用してください。もう一つのヒントは、コーティングに損傷を与える可能性のある研磨剤入りの洗浄スポンジや刺激の強い化学薬品の使用を避けトレイをることです。最高の状態に保つために、優しくこすり、中性洗剤を使います。それが進むべき道です。適切な注意を払えば、焦げ付き防止トレイは長期間使用できます。私は納得しています。調理や掃除がずっと楽になるように、焦げ付き防止のトレイに投資します。後悔しないよ、ジョン。手間のかからない食事の頼りになるキッチン仲間になるでしょう。アンナ、あなたの洞察を共有してくれてありがとう。料理体験をアップグレードできることにワクワクしています。はじめまして、ジョン焦げ付き防止トレイで料理の冒険を楽しんでください。ハッピークッキング。ありがとう、アンナ。手間いらずの調理とストレスフリーなお掃除のコツです。乾杯。レッスン13、自家製アイスクリームへの渇望。それは素晴らしいですね。最近、手作りのアイスクリームが食べたくてたまらない。自家製アイスクリームは他に類を見ないおやつです。
どんなフレーバーが食べたいですか？私はチョコレートやバニラのようなクラシックなフレーバーのファンです。あなたはどう？私は様々なフレーバーを試すのが大好きです。最近は塩キャラメルとストロベリーが好きです。美味しそう。家でアイスクリームを作ったことある？はい、持っています。楽しくてやりがいのあるプロセスです。好みに合わせてフレーバーをカスタマイズできます。自分で作ってみたいといつも思っていました。私のような初心者に何かアドバイスはありますか？簡単な基本レシピから始めて、お好みのフレーバーやミックスインを加えます。恐れずに創造性を発揮してください。それは素晴らしいアドバイスです。自家製アイスクリームを作るにはどんな道具が必要ですか？アイスクリームメーカーが必要ですが、持っていない場合は、かき混ぜないレシピもあります。アイスクリームメーカーを探してみるよ。それは価値のある投資のように思える。間違いない。ご自宅のキッチンでフローズンデザートの可能性が広がります。共有できるお気に入りの自家製アイスクリームのレシピはありますか？私のお気に入りの一つはミントチョコチップアイスクリームです。フレッシュミントの風味が爽やかです。それは素晴らしいですね。やってみないと。他におすすめのフレーバーはありますか？フルーティーなフレーバーがお好きなら、爽やかなレモンシャーベットやクリーミーなマンゴーアイスクリームを作ってみてください。それらは楽しいですね。いろいろなフレーバーを試して、自分だけのアイスクリームを作るのが待ちきれません。食欲を満たし、手作りのお菓子で友達や家族を感動させる素晴らしい方法です。絶対に。インスピレーションを与えてくれてありがとう。あんな手作りのアイスクリームの旅に出られることにワクワクしています。どういたしまして、ジョンプロセスを楽しんで、素敵な報酬を味わってください。ハッピーアイスクリーム作り。ありがとう、アンナ。私の作品のいくつかを皆さんと共有します。近々、手作りのアイスクリームを食べよレッスン14、ウォッチスタイルの選択。最近、新しい時計を買いました。どんなスタイルをお探しですか？時計の購入も考えています。クラシックでエレガントなデザインに惹かれます。それは素晴らしい選択です。流行に左右されない洗練された時計は、どんな装いにも合います。同感です。レザーストラップとミニマルな文字盤の時計が大好きです。控えめなエレガンスを醸し出しています。レザーストラップは洗練された雰囲気を醸し出しています。ストラップの色について考えたことはありますか？私は茶色か黒のレザーストラップに傾いています。用途が広く、様々な服装によく合います。良い選択です。検討すべきもう一つの選択肢は、金属製のブレスレットです。より洗練されたモダンな外観になります。メタルブレスレットは洗練された外観をしています。ドレッシーなシーンにぴったりなチョイスです。絶対に、自分の好みやライフスタイルに合った時計スタイルを選ぶことが重要です。機能性も私にとって重要です。
文字盤がクリアで読みやすい時計が好きです。これは実際的な考慮事項です。スタイリッシュで機能的な時計は欠かせません。これ以上は同意できませんでした。また、耐久性と汎用性が増すので、耐水性のある時計も探しています。特にアクティブなライフスタイルを送るなら、耐水性は間違いなく貴重な機能です。まさに、時計が偶発的な水しぶきや短時間の水に浸かっても耐えられると知って安心です。気になる特定の時計ブランドやモデルを調べたことはありますか？ロレックスやオメガなど、時代を超越したデザインで知られるいくつかのブランドを調査してきました。それらは職人技の長い歴史を持つ評判の良いブランドです。彼らは並外れた品質の美しい時計を提供しています。また、セイコやシチズンなどのブランドから、もっと手頃な価格のオプションも検討しています。価格に見合った価値を提供します。それは賢明なアプローチです。誰の予算にも合うように、様々な価格帯で入手できる優れた時計があります。確かに、スタイル、機能性、そして手頃な価格を兼ね備えた時計を見つけることがすべてです。よく言った、アナ。あなたのスタイルを反映した完璧な時計がきっと見つかるはずです。ありがとう、ジョン。この時計ショッピングの旅に出て、理想の時計を見つけることができてワクワクしています。頑張って、アンナ。喜びをもたらし、日々の生活にちょっとしたエレガンスを加えてくれる時計を見つけていただければ幸いです。レッスン15、フォームへの記入と ID コピーのリクエスト。これらのフォームに記入してください。あなたの ID カードをコピーしてもらえますか？はい、最初にフォームに記入させてください。特定の情報が必要ですか？フォームには、氏名、住所、連絡先番号、および電子メールアドレスが必要です。さて、必要な詳細をすべて提供します。コピー用の ID カードです。ありがとうございます。あなたの ID カードのコピーをすぐに作ります。時間をかけてください。追加の書類や情報が必要な場合はお知らせください。ご協力に感謝します。ID カードのコピーは、記録保持の目的で安全に保管されます。それは知っておくと良いことです。個人情報の機密性とセキュリティを維持することは重要です。絶対に、私たちはプライバシーとデータ保護を真剣に受け止めています。お客様の情報は慎重に取り扱われます。それを聞いて嬉しいよ。私の個人情報が安全に保管されていることを知って安心しています。コピーを作成したら、ID カードを返却します。他に何か助けが必要なことはありますか？現時点ではできません。フォームと ID カードのコピーを手伝ってくれてありがとう。どういたしまして、アンナ。今後、何か質問があれば、遠慮なく連絡してください。あなたの申し出に感謝します。さらにサポートが必要な場合は、必ず連絡します。素晴らしい。素敵な一日を、アンナ。
レッスン16、バランスの取れた食事計画。摂取量。はい、食事と様々な栄養素のバランスを取るようにしています。素晴らしい、ジョン。健康を維持するためにはバランスの取れた食事が大切だ。絶対に、炭水化物、タンパク質、健康的な脂肪を混ぜて食事に取り入れることを目指しています。ビタミン、ミネラル、食物繊維に果物や野菜を取り入れることも重要です。これ以上は同意できませんでした。色とりどりの果物や野菜を盛り合わせてをさらに盛るようにしている。多様性が鍵です。様々な果物や野菜には様々な栄養素や風味があります。また、鶏肉、魚、豆類などの赤身のタンパク質源も必ず含めています。リーンプロテインは筋肉の発達と修復に不可欠です。食事には全粒穀物が含まれていますか？はい、食物繊維や栄養素を加えるために、玄米や全粒粉パンなどの全粒粉を選びます。それは賢い選択です。全粒穀物は精製穀物よりも栄養価が高い。また、食べ過ぎないように分量にも気を配っています。健康的な体重を維持し、過剰摂取を防ぐには分量のコントロールが重要です。食べ過ぎを避けるために、空腹感と満腹感の合図に耳を傾けると助かります。それはマインドフルなアプローチです。ゆっくり食べて一口一口味わうことは分量のコントロールにも役立ちます。加えた砂糖や加工食品の摂取量も制限するようにしています。それは良い戦略です。砂糖や加工食品を加えると様々な健康問題を引き起こす可能性があります。代わりに、果物の天然糖で甘党を満足させたり、適度にちょっとしたおやつを楽しんだりしています。贅沢には節度が重要です。大切なのは自分に合ったバランスを見つけることです。絶対に、大好きな食べ物を楽しみながら、体に栄養を与えることを信じています。それは健全な考え方です。食べ物とポジティブな関係を築くことは重要です。まさに、バランスと適度に気を配ることで、健康的で楽しい食事の習慣を維持できます。よく言ったよ、ジョン。良い仕事を続けてください。バランスの取れた食事を維持することに引き続き成功してください。ありがとう、アナ。ご支援に感謝します。健康への旅で互いに励まし合おう。レッスン17、菜食主義を探る。それは知っておくと良いことです。私にはベジタリアンの友達がいる。菜食主義は健康的で倫理的な選択となり得ます。あなたの友達はどのくらいベジタリアンになりますか？彼は約3年前からベジタリアンダイエットを続けています。彼は気分がいいと言っている。それが聞けて嬉しいです。ベジタリアンのライフスタイルを取り入れることには多くのメリットがあります。はい、彼は元気が出たと感じ、消化の改善に気づいたと言いました。肉を切ると、ビタミンやミネラルが豊富な植物性食品の摂取量が増える可能性があります。絶対に、果物、野菜、豆類、全粒穀物には、様々な必須栄養素が含まれています。
ベジタリアンダイエットは体重管理や特定の病気のリスクの軽減にも役立つと聞きました。はい、その通りです。植物由来の食事は、心臓の健康に役立つ飽和脂肪とコレステロールが少ない傾向にあります。食事の選択が私たちの全体的な健康にどのように大きな影響を与えるかを見るのは興味深いことです。確かに、友達がベジタリアン、ビーガン、その他の好みを持っているかどうかにかかわらず、友人の食事の選択を尊重し、サポートすることが重要です。絶対に。誰もが自分の価値観に合った栄養上のニーズに合った食事を選ぶ権利があります。同感です。さまざまな食事の選択肢についてオープンマインドな会話をし、お互いから学ぶことが重要です。間違いなく。さまざまな視点を理解することで、知識を広げ、情報に基づいた意思決定を行うことができます。それは素晴らしいアプローチだね、アンナ。多様な視点や経験を持つことは常に価値があります。ありがとう、ジョン。多様性を受け入れることは、食事の選択だけにとどまらないと思います。全くその通りだよ、アンナ。多様性は私たちの生活を豊かにし、個人として成長するのに役立ちます。複雑な人生を乗り切る中で、これからもお互いをサポートし、学び合いましょう。アンナ、これ以上同意できない。力を合わせれば、よりインクルーシブで理解しやすい世界を作ることができます。よく言ったよ、ジョン。お互いの違いを祝い、受け入れられ、尊重される環境を育みましょう。同じ価値観を共有できて嬉しいよ。アンナ。人生のあらゆる面で多様性を受け入れ、優しさを育むことを目指しています。レッスン18、ブティックショッピング。ダウンタウンには、ユニークな服を幅広く取り揃えたブティックがあります。それは興味をそそられるね、ジョン。個性的なファッションアイテムが並ぶ新しいショップを見つけるのが大好きです。このブティックは、地元のデザイナーによる手作りの作品を専門としています。品質とスタイルに定評があります。地元企業をサポートすることに感謝しています。唯一無二のファッションアイテムを手に入れることができるのは素晴らしいことです。絶対に、大量生産の服から離れ、個性を受け入れるのは新鮮です。私は完全に同意します。一人一人がユニークなスタイルを持っていて、ブティックでの買い物では本物の自分を表現することができます。さらに、このブティックは、大規模な小売店と比較して、よりパーソナライズされたショッピング体験を提供します。これは大きなアドバンテージです。パーソナライズされた配慮と支援により、ショッピング体験がより楽しくなります。ブティックのスタッフは、スタイリングの専門知識と、お客様にぴったりの服を見つけるお手伝いをすることで知られています。それは素晴らしいです。新しいファッションの選択肢を探る際に、知識豊富な専門家に指導してもらうことは常に役に立ちます。間違いなく、さまざまなスタイルを試したり、私たちのルックスを試したりするのは、楽しくてクリエイティブなプロセスです。自分のファッションアイデンティティを発見し、自信と快適さを感じさせるアイテムを見つけるようなものです。また、ブティックのユニークな品揃えで、他ではあまり見られない作品を見つけることができます。
その独占性は私たちが選ぶ服に魅力を加えます。それはまるで自分たちのシグネチャースタイルを持っているかのようです。まさに、私たちの個性が反映され、人混みの中でも目立つものを着るのは満足です。ブティックに行って、どんな商品があるのか見るのが楽しみです。きっと何か特別なものが見つかると思います。きっとそうするよ。アンナダウンタウンに行ってブティックを一緒に探索する一日を計画しましょう。素晴らしいアイディアだね。ジョン、ユニークなファッションアイテムを探すのは楽しい冒険になるだろう。アンナ、君が頑張ってくれて嬉しいよ。これらの経験を友人と共有する方がずっと楽しいです。絶対に、ジョン。一緒に買い物したり、新しいファッショントレンドを探ったりするのがさらに楽しくなります。アンナ、これ以上同意できない。思い出に残るショッピング旅行にして、それぞれのスタイルを取り入れましょ楽しみにしてるよ。ジョン、新しいファッションの宝石を発見し、私たちのユニークなファッションアイデンティティを表現しましょう。乾杯、アンナ。ブティックの冒険に乗り出し、自分たちのおしゃれなルックスをキュレーションするプロセスを楽しみましょレッスン19、焼きたての美味しいパン。焼きたてのものが美味しい。よし、それ、いっぱい取るよ。魅力的に聞こえるわ。ジョン、焼きたてのパンはいつもご褒美だ。絶対に、アンナ。香りと味は無敵です。パン屋にはいろいろな種類のパンがありますか？はい、様々なオプションが用意されています。バゲットからサワードーまで、そしてその間のすべて。私はサワードーパンのファンです。独特の風味と食感があります。同意します。アナ、ピリッとした味と歯ごたえのある皮が人気です。他にどんな種類のパンがありますか？いくつか例を挙げると、全粒小麦、マルチグレイン、ライ麦パンもあります。いろいろな種類のパンを試すのが好きです。食事にバラエティが加わります。アンナ、新しいフレーバーを探求するのは素晴らしいことです。パンはサンドイッチやスプレッドの味を引き立てます。絶対に、ジョン。美味しいパンを一杯食べると、簡単な食事が格段に上がる。フォカッチャやチャバタのような特製パンを食べたことはありますか？はい、持っています。フォカッチャはオリーブオイルとハーブをトッピングすると美味しいです。チャバタはサンドイッチに最適です。アンナ、あなたがそれを経験してくれて嬉しいです。どちらも楽しい選択だ。パン屋に甘いパンやペストリーはありますか？はい、シナモンロール、クロワッサン、ブリオッシュなどの甘いお菓子を提供しています。ああ、温かくてバターたっぷりのクロワッサンには抵抗できない。クロワッサンは確かに定番です。アンナ、軽くてフレーク状です。焼きたてのパンやペストリーの香りが漂うベーカリーを想像できます。素晴らしい経験だよ。アンナ、香りだけでも天国のようです。パン屋に行って焼きたてのパンを食べるのが待ちきれません。
訪れる価値はあるよ。アンナ一口一口楽しんでいただけると思います。推薦してくれてありがとう、ジョン。感謝しています。どういたしまして、アンナ。パンがどんな感じか教えて。そうするよ、ジョン。その味を味わうのが楽しみだ。アンナ、パンを楽しんでください。喜びをもたらすのはシンプルな快楽だ。確かに、ジョン。温かいパンで一瞬一瞬を大切にするよ。気をつけて、アンナ。ハッピーブレッドハンティング。